私は今からコーヒーを入れます。なのでガラスのコーヒーを入れるためのこの容器を使います。暗いのでブラインドを全開にします。これが全開。すべて開いているので全開です。そしてこれはジップロックという袋の中にフィルターが入ってますので、今から取り出します。なのでジップロックを開ける、閉じる、開ける。閉じるは閉めるとも言います。閉じる、開ける、閉める、開ける。閉じて、閉める、開ける。そしてフィルター、コーヒー用のフィルターを取り出しました。間違って2枚取ってしまいましたので、1枚をこの袋に戻します。そしてフィルターを設置するために折ります。折る。折り紙の折りのことです。はい。折りました。なので、広げて置きます。置く。次にコーヒー豆を取るために、この容器の蓋を開けます。開きました。この銀色の蓋も開けます。そしたら中にスクープが入ってますので、適当に取り出してこっちに入れました。これはもう使わないので、蓋を閉めます。そして元の場所に戻します。コーヒーの豆を均等にするために揺らします。揺らす。もう一回揺らす。そしてもう一度置きます。それでは準備ができたので、もう一度沸騰させましょう。スイッチを入れます。色が青色になりました。音が聞こえます。これは水が沸騰している音です。沸騰、ボコ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 。開けましょうか。はい、見えますか？沸騰しています。それではお湯を注ぎます。注ぐ。こういう時のように何かの容器に水を入れる場合は注ぐと言います。このフィルターを通ってコーヒーが出来上がる。コーヒーができる。コーヒーが下に落ちる。これを何回か繰り返します。私は適当にコーヒー入れてますので、もしこうやった方が美味しいよとアドバイスがあれば教えてください。真似します。ここに隙間があります。隙間。開いています。これは隙間です。隙間から覗けます。中が見える。覗ける。隙間から中を覗くと、コーヒーが上から下に落ちているのが見えます。
それでは必要な分出ましたので、この上の部分、フィルターの部分をシンクに置きます。そしてこのガラスの容器、この取っ手を持ってこのコップに入れます。入れると少し余りました。少し余った。なぜかというとコップがもういっぱいだからです。だけどもう少しだけ入れられそうなので入れてみましょう。はい。やはり全部入れることはできませんでした。このままだと危ないので、少し飲んで量を減らします。今日は土曜日なので、朝ごはんを珍しく食べてます。これはパンです。だけど、この味付けはフレンチトーストと言います。多分、英語でも一緒だと思います。これはナイフで、これはフォーク。これも英語と一緒です。そしてこれはバナナです。全部英語です。英語の日本語バージョンの読み方。なので、これはバナナ、パン、フレンチトースト、フォーク、ナイフ、お皿。これは日本語ですね。お皿の上に朝食が乗っています。このパンは厚みがあります。厚みがある。そして、ここは食べられてます。かじられてます。なので、この朝食は食べかけです。食べている途中です。そして、このお皿はランチョンマットの上に置いてあります。ランチョンマット。これは何語でしょうか？ランチョンって何？ランチョンが何かは、ランチオンマットではないかなと今思いました。日本人はランチョンマットと言います。後で調べますが、ランチオンマットではないかなと思います。勉強になりました。ありがとうございます。はい。今からね、昼ご飯を食べます。これはカップ麺と言います。カップ麺。麺はヌードルのことです。カップに入ったヌードル、カップ麺。一般的にはこういう容器に入ったインスタントのヌードルはカップ麺と呼びます。そしてここ破れてますね。袋が破れています。これがもともとついてました。私が破ったからここは破れています。そしてこの隙間から見えているのがまた別の袋です。取ってみましょう。取るときにここのパッケージの紙も糊にくっついて剥がれました。そしてこれはふりかけです。ひらがなでふりかけと書いてます。で、これどうやって作るかっていうと、まずは全部開けます。そして蓋を開けます。中にまた袋が入ってますので取り出します。これはソース。もう何も入ってませんね。あとは麺と火薬が入ってるだけです。ちなみにカップ麺に入っているこういう具材、乾燥した具材のことを火薬と呼びます。そしてこの状態で沸騰した
ケトルで沸騰させたお湯を線まで注ぎます。もう少し注ぎます。はい、こんなもんでしょう。これによって味が変わることはないので、大体でいいです。そして蓋を閉めて、このソースで止めます。そうすることで、このソースが蓋の上で温められて、最後にソースをかけるときにぬるくならないです。ふりかけは別に上でなくてもいいです。はい、これで3分間待ちます。合ってるよね。3分間。はい、見てわかります通り、蓋をして3分待つ。今はもう1分ぐらい経ってると思うので、Hey Siri, 2 minutes. さあ、残り1分10秒ですね。待ってる間にちょっと見てみましょうか。ここに、ここまで剥がすと書いてます。ここで言うここまでとは、ここに線が入ってますので、ここまで剥がす。イコール、こういうことですね。ここまで剥がす。剥がすっていうのは、ベリベリベリ。これを剥がすと言います。なので、この線、ここまで剥がす。ベリベリ。ここを見ると、ここから剥がすと書いてますので、ここからは from みたいな。ここからまで、これスタートストップみたいなことですね。ここスタートのここストップ。剥がしたら、あとはお湯を捨てるだけ。お湯を捨てます。ここから麺が落ちないようになっています。麺が落ちそうです。今やっている作業は湯切りと呼ばれます。これはお湯、中に入ってたお湯を切っているので湯切りと言います。これを頑張らないと中にお湯が残ったままになるので味が薄くなります。さあ、ここまで来たらもう少しです。蓋を全部開けましょう。ベリベリと剥がします。まずは蓋にくっついている火薬を落とします。そしてこのソースをまずは切って手で開けてかけます。これかける。今かけています。私は今ソースを麺の上にかけています。ソースをかけ終わりました。次は混ぜます。混ぜる。混ぜないとソースが均等に麺に伸びないので美味しくないです。よくかき混ぜます。混ぜるとも言えますし、かき混ぜるとも言えます。混ぜるの方が、何にでも使える言い方なんですけど、特にこうやって箸などで混ぜるときはかき混ぜると言います。はい。よく混ざりましたので、最後はふりかけをかけます。同じく切ってかける。いただきます。